ねえマリサ、YouTube 始めたいんだけどさ。どんな？腕時計の動画とかどうかしら？すぐ飽きると思うけど、やりたいことやれば。何から始めればいい？やっぱりロレックスの話題がいいと思うぞ。何か面白い話ないかしら？日夜繰り広げられているロレックス店員さんと、お客さんの攻防とか面白いんじゃない？なんか物騒で怖いわ。ロレックスは人気があって品薄状態が続いているから転売目的で買いに来る人も多いんだよ。例えば200万円で購入した腕時計が、500万円で売れるとしたらレイムならどうする？すぐに売るわ。だろ。だから販売員さんもお客さんを観察して、転売しないと思った人にしか売らないんだよ。気になってきた。今回の動画では、ロレックス購入について解説するぜ。ゆっくりしていってね。ロレックスは正規販売店での購入が難しいんだ。どうしてなの？買いたい人が多くて生産が追いつかないんだよ。販売店に行っても商品が並んでないんだぜ。すごいわね。どこに行ったら買えるの？並行店で二次流通品を買うのが一般的だな。お高いのかしら？レイムはロレックスのデイトナは知ってるかな？名前ぐらいは聞いたことあるかもね。ステンレスのデイトナを正規店で購入すると定価217万6900円。やっぱりお高いのね。並行店で売られている価格は、498万円。買う人いるのかしら？買う人がいるから価格が高騰してプレミア価格になってるんだぜ。昔から、デイトナはロレックスの中でも人気があって、プレミア価格で販売されてたな。でも、他のモデルに関しては、今ほど品薄ではなかったんだぜ。なんで高騰しちゃったの？色々な理由があるけど、コロナ禍も影響しているな。生産工場が停止して供給不足が起こって中古市場での需要が増加したんだぜ。外出自粛や渡航制限などにより、裕福層の消費が高級時計に向かったこともあるな。他にも中国の裕福層が資産としてロレックスを爆買いした時期もあったんだぜ。ここでも中国の爆買いがあったのね。日本人も資産目的で買ってる人が多いけどな。それでロレックスマラソンという言葉まで生まれたんだぜ。もともと品薄なデイトナを、販売店を回って探すことを、デイトナマラソンと言ってたんだ。それが他のモデルも高騰して品薄になったことで、デイトナ以外を探す人も増えたんだぜ。それでロレックスマラソンなのね。そうだ。問題は、リセールバリューが高いことで時計が欲しい人以外もマラソンを始めたことだな。転売ヤー問題ね。品薄状態で探す人が増えたから拍車がかかって、どんどん価格も上がったんだぜ。本当にロレックスが好きで欲しい人には迷惑ね。マラソンする人は、毎日正規販売店を何店舗も回る人が大勢いるんだな。毎日？レイムが店員さんなら知らない人にデイトナを販売するか？やっぱりロレックスが欲しい人に買って欲しいわね。そうだよな。でも、私が買えたら転売するわ。だって、儲かるじゃない。だからレイムみたいな人に売らないように、販売員さんは簡単には売ってくれないんだぜ。なるほど。私だけには売ってほしいわね。やっぱり毎日マラソンした方が買えるのかしら。そこが難しいところなんだ。逆に毎日行くと、転売ヤーと間違えられる危険性もあるんだな。そうよね。毎日来たら、ちゃんと仕事してる人なのかしらって思っちゃうわよね。顔を早く覚えてもらうのは大切だけどな。この人は転売ヤーじゃないと認定してもらうことが重要だぜ。何か面接を受けているみたいね。そうだな。販売員さんも大変ね。レイムは、1日に何百回もデイトナありますか？って、呪文のように聞かれたらどうだ？拒否反応がしてきて吐き気がしそうだわ。そうだろ。だから少しぐらい塩対応になっても仕方ないな。そういう時もあるの？あるな、販売員さんも人間だからな。でも、マラソンしている人も、毎回在庫ありませんと言われるのは辛いぜ。どちらも大変なのね。だから、売る方も買う人も日夜攻防戦を繰り広げているんだぜ。笑顔の下は大変なのね。転売ヤーからすれば嘘だらけの話でも買えれば儲かるからな。販売員さんも騙されないようにしないといけないから簡単には信じて売れないわね。そうだぞ。子供が生まれたとか、出生 Y ぐらいのストーリーでは難しいと思うぜ。みんな言いそうよね。転売ヤーなら親の遺言ぐらいいるかもしれないぜ。きっと親は生きてるわね。転売ヤーじゃないと分かってもらえても、態度の悪い人とかには売らないと思うぜ。人柄も大事ってことね。レイムも販売するなら気持ちよく売りたいだろ。
そうね。そんな大変な思いをして販売するなら好感度の低い人には売りたくないわね。お互いの信頼関係を築けないと難しいよな。このお客さんに買ってもらいたいと思われることが大切なのね。品薄なのも事実だから、最後はタイミングも大事ではあるけどね。在庫があっても売ってくれない状況にならないようにしないとな。欲しいのに、ずっと買えないのも辛いわよね。最近は少しずつ並行店での価格が下がってきているから、前よりは買いやすくなるかもな。そうなの？なぜかしら？戦争や景気など、色々理由はあると思うぜ。並行店で定価との価格差が少なくなってきたモデルは、転売ヤーが買わなくなるんだぜ。その分、人気モデルに転売ヤーが集中するから余計に難しくなるモデルもあるかもね。ちなみに、転売がバレることはあるの？あるぞ。並行店で購入した人が、ブレス調整などで正規店に持ち込む場合もあるんだ。シリアル番号があるから、売った販売店に持ち込まれたら、いつ誰に売ったかわかるぜ。信じて売ったお客さんが、転売ヤーだったらショックよね。人間不信になりそうね。病んでやめてしまう販売員さんもいるだろうな。転売ヤーは、転売がバレたら困るの？もう買いたくても購入できなくなるぜ。でも、腕時計に興味がない人からしたら、何百万円も儲かってるから困らないな。そうよね。マリサ、なんでそんなに詳しいの？まさか、転売ヤー、なの？違うよ。腕時計は本当に好きなんだぜ。よかった。見損なうところだったわ。でも、買えたらご馳走してね。買えても売らないぜ。大切に使うからな。ロレックスマラソンは、本当に大変だからやるなら覚悟して準備してな。他にも気をつけることある？言葉遣いも大切だと思うな。丁寧な話し方は好感度も高いと思うよ。横柄な態度や文句を言ったりしない方がいいな。上から目線で話されたら嫌よね。モデル名を訳したりするのも注意だな。どうして？詳しそうで時計好きな人って感じがするけど？販売員さんからしたら、自分のところの商品は大切だから正式名で呼んでほしいよね。色々と難しいわね。店舗の雰囲気や、販売員さんとの相性もあるから印象の良い店舗を回る方がいいと思うよ。辛いと感じてばかりだと心が折れるぞ。私には無理かもしれないわ。抽選来店予約制の店舗もあるから、マラソンだけじゃなく抽選予約にも申し込んだ方がいいぞ。抽選来店予約店舗？毎週抽選予約を受け付けている店舗もあるんだ。当たれば必ず買えるの？絶対はないと思うけど、何かしらの提案はしてくれると思うぞ。ただ申し込みする人も多いから、当たる確率は低いみたいだな。1年申し込んでも当たらない人もいれば、何回も当たっている人もいるみたいだな。ね。そうだな。ただ、行かずにネットで申し込めるから正規店が近くにない人にも便利だな。私も申し込もうかしら？ちょうど、表参道に新しい正規店ができるから当選したらチャンスだぞ。そうなの？ 2024年11月2日にオープン予定だ。事前来店予約サービスの専用サイトは10月15日、11時に開設されるぞ。当たるかしら？宝くじに当たるような確率だけどな。当たれば購入できるチャンスは高いから、無料だし申し込むだけでも申し込むといいぞ。当たったら何かご馳走するわね。転売はダメだからな。わかってるわよ。支払い方法だけど、クレジットカードで支払うなら複数枚は使えないから、あらかじめ増額しておいた方がいいぞ。クレジットカード1枚と、足りない分は現金で支払うのは大丈夫だぜ。せっかく提案されてもお金が足りなかったら残念よね。少し余裕を持たせておいた方がいいな。取り置きはできないの？店舗によって違いはあるかもしれないが、基本的にはできないと思った方がいいな。それも転売ヤー対策でもあるんだ。どういうこと？転売には、組織化してグループで仕事として行っている場合もあるらしいんだ。なんか、すごいわね。元締めがいて、店舗に買いに行く人を集めて買えたらお金を渡すんだよ。だから店舗の店外に出る場合は、取り置きしてくれない店舗もあるらしいぜ。お店も本当神経使うわね。そうだ。転売ヤーじゃなくても、疑われて良いことはないから不審な行動は極力取らない方がいいぞ。本当に色々と大変だわ。最後は、販売員さんに熱意を伝えることだな。大変なだけに希望モデルを購入できた時は、号泣するほど嬉しいらしいぞ。そうなの？味わってみたいわね。多分な。買えた人にしかわからないわよね。いつか買えたらいいな。
いかがでしたか？興味を持ってくれた方がいましたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。